注意事項。視聴者諸君、キビキだよ。前回はベッドとツールを用意したところで終わったね。けど先に夜になりそうだから寝ようか。この先はしばらく素材集めをするので倍速するよ。あれ、少し離れてたから砂利が拾えなかっただけか。火打ち石集めの時はちゃんと近くでやらないとだね。そういえばダストを何回か振るっている時にタラがドロップしてたね。このままでもいいんだけど、せっかくまな板があるんだし。火打ち石と棒をクラフトして火打ち石のナイフを用意して、そしてタラをまな板に置いてナイフを使って、タラの切り身とコップが手に入ったね。これで食べれる回数を増やせて、ついでにコップも手に入ったね。ダスト集めをしつつ、ついでにこの船の裏手にあった粘土も回収しとこうか。次の進展までカット。さて、前回火打ち石のハサミを作ったので、これで葉っぱをたくさん集めるよ。葉っぱはたくさん集まるし、水にもできて苗木も一杯もらえるから、何か方法を立てるまでは何回も葉っぱを取りに来ることになると思うよ。今集めた葉っぱを遠心分離機に入れておこうか。水にしている間に前回作り忘れてた土を作るものを用意しようか。カーフブロックを中華に置いて両立てに木材を並べるとバレルができるよ。このバレルに苗木とかを必要数入れると土になるんだ。そしたらさっき葉っぱを入れた分離機の様子を見に行こうか。苗木を入れたら棒が出てきたけど葉っぱは違って苗木とバイオ燃料が出てくるよ。バイオ燃料は今のところ使い道がバレルに入れることぐらいしかないから、出たらじゃんじゃん入れていこう。まあもしかしたら私が知らないだけで何かに使えるかもしれないが、またたくさん材料が出てくるからもう何個かバレルは用意しとくといいよ。あとこの環境だとハーフブロックをクラフトで元のブロックに戻せるよ。さて、本格的に丸石を集めに行くためにバケツを用意しようか。コップと粘土をクラフトしてポルセレインクレイを3つ用意して。あれ？今なんかおかしかったような。さっき作った磁気粘土をバケツの形に並べて生粘土バケツができるよ。っていうかさっきの見間違いじゃなかったね。あれ、なんでこうなっちゃったんだろう。ツールチップのビジュアルの改良をするモッドの前提モッドを抜いたら直りました。というかかまど用意してないのに焼く必要のあるアイテム作ってどうするのさ。ってことでダストを集めるよ。なんかブロックが余るな。どういうことなんだろう。あ、壊れちゃった。さすが一括破壊。耐久値の減り方がすごいね。けどあんまり満腹とか水分ゲージは減ってないね。まあ減ったらただの地雷機能になっちゃうから。この設定で正解だね。あれ、勝ちます。妙に範囲が狭いな。変だね。とりあえず気を取り直して丸石集め再開するよ。ちなみにウルティマインと同じ操作でモードが変更できるよ。形状なしとトンネルの2つが選択できるよ。確かトンネルにして9マス掘った方が使いやすかったかな。素材集めはカットするよ。さて、これで石が6つ集まったので、カーフブロックにして囲めばハーフかまどの完成だ。これでようやく物を焼くことができるようになったな。だけど、正直前回言ってたように水を溶岩まで伸ばして、それで丸石を集めた方が早いから、これからやる人はうまくダストを使って水を伸ばすといいよ。だけど前回見かけた糸装備とかで体温工夫してないと、高体温症でダメージを受けるよ。
じゃあ早速集めた鉄を焼こうか。なんか前は鉱石ブロックのままで焼けてた気がするが、今はちゃんと原石にしないと焼けないようになってるね。いや、私の気のせいかもしれないが。さて、この跡鉄を使って作るもののために準備するか。ダストを9つクラフとして圧縮ダストを用意しとくよ。あ、そういえばこの環境にはケンカースツールレベリング2というモッドが入れられてるよ。道具のレベルが上がるごとにランダムで改造効果を付与するんだけど、勝手にピストンとかつけられて武器の見た目が台無しになったりしたことがあるんだよね。けど用意するのが大変な効果がついたりするから序盤ではありがたいね。次の進展までカット。じゃあさっき取ってきた原木と鉄を使って圧縮ふるいができたね。これを使えば振る時間を抑えることができるから優秀なんだ。それに1回のフリフリでたくさんのアイテムが出てくるのもまた良いところだね。さて、前回作ろうと思っていた糸装備を作ろうかな。ちょっと糸が足りないから頭と胴だけ作るか。よし、これで体感温度が下がるからどうなるんだろう。水分ゲージの減りが下がったりするのかな。バス装備を非表示にしとこう。オーブがついてるとスキーは見えなくなってやる気に関わるからね。あと一応これも追加したモッドだから元のパックには入ってないよ。また進展までカット。どっかで焼いてた粘土バケツを使って丸石製造機を作るよ。分離機に右クリックすると GUI が開かれるけど、しっかりと水は回収できたね。ついでに溶岩を持ってくるわけだし、溶岩作るやつもつなげてしまおうか。磁気粘土を大釜をクラフトするように並べると生のるつぼができるよ。これを焼けば完成だね。そしたら早速準備をしようか。使いやすくするために適当に掘って整地したから設置しちゃおう。縦に 2×2 マス掘って横にちょんとはみ出させて、ちょっと木材足りないな。というかダストたくさん振るうんだからわざわざじょうろで節約する必要なかったかも。あ、火打ち石ハサミは耐久度が切れても火打ち石1つで修理できるから毎回2つ用意したり鉄のハサミに塗り替える必要もないんじゃないかな。それに下手に良い素材とかに変えて修理コストが上げると大変だからね。どこかのクエストの選択報酬で青銅の不当だったかな。タイミング的に今それをもらったとしても耐久度使い切ったらすぐに修理できないじゃないかと思ってね。けど落ち着いて考えてみると壊れても乾燥すればいいだけか。ちなみに私は丸石ができるところの下に作業台を置く派だよ。なんで水が消えるんだい。イージーの方じゃちゃんと出てたじゃないか。まあバケツごと消えないだけマシかな。もしかして、いや、まさか水を置いただけで消える鉄製のバケツとかあるわけないよな。ないよね。一応この後溶岩を粘土バケツで取るから壊れた後用に鉄バケツを用意しとくよ。とりあえず鉄バケツでもう一回水を置きに行ってみようか。なんだこれ、ふざけているのか。どうしてこのようなことが許されようか。後からモップを追加してるせいで元からなのかがわからない。もういいや。できてしまえば実質鉄は無限に手に入るんだ。鉄バケツは綺麗な水設置の尊い犠牲となったのだ。よし、あとは中でずっと掘り続けるために左右を封じるか。これでいくらでも丸石を用意できるようになったよ。多分序盤に水を伸ばして作る製造機と違ってこっちの方が熱くなりにくいと思うよ。
じゃあ石集めはカットするよ。あ、そういえば水入り瓶制作クエストのことすっかり忘れてた。水入り瓶は土と空き瓶をクラフトするとできるよ。そして次は綺麗な水入り瓶の納品だね。さっき作った水入り瓶を焼くと綺麗な水になるよ。もらった綺麗な水はしまっておこうね。と思ったけど3つしかないし水筒の補充用に持っておくか。次のクエストは綺麗な水10本の納品だね。報酬はスノーゴーレムのスポーンウェッグだね。スノーゴーレム、雪を水に変えたりできるのかな。もう一つのクエストは前に言ってた骨クルックを作るやつだね。とりあえずキハンマーを石に変えようか。いらなくなったキハンマーは燃料にでもしてしまうか。ちょっと水納品のクエストをやろうかな。けどこれどうやってやるのか説明文読んでもうまくいかないんだよね。どうしたら反応してくれるんだろう。搬出設定いじってみたり、レッドストーン精度とかいじってみてるけどうまく判定がもらえない。1000MB 分作らせたらいけるか。ダメそう。一応設置し直したりしたけどダメだったよ。まあ置いてたらいつか完了になってるでしょ。なんだか閉まらないが今回はここまでだよ。次回も見に来てくれると嬉しいな。スパシーバー。